こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回、やっと地上が見えました。サンズの川も見えかけたけどね。収録データを見返したら Y 座標 7.2 まで落下してました。危なかったです。さて簡易地図ですが、ぼちぼち通路上の鉱石を集めて、ダイヤ防具を整えつつアイアンゴーレム召喚用の鉄を確保します。ついでスライムがいた10本目の南北通路に行ってみます。落下死防止策は結局スライムブロックにしたのね。手に入ればですけどね。水源を配置するよりシンプルですし、何より跳ねてみたい誘惑に駆られました。収集ブロックは32個になりました。次の狙い目は紫桃色赤紫の羊毛、そしてスライムブロックです。なおスポナーが見つかれば苔石や干し草の俵、ウィッチがいればレッドストーンランプの素材集めも狙います。さて、では早速鉱石回収に向かいます。まずは拠点の南側通路です。こっちの奥まで進むのは、クリーパーに新実装の岩を取ってもらった依頼かしら。通路は一本道なのでまずは湧き潰しして、鉱石回収は帰り道でいいですね。ここは最初に見つけた土と砂利採掘所ですが、今考えるとたったこれだけで掘り当てられたのはラッキーでした。ここは確か、やっと岩を入手してから拠点に帰り際にクリーパーに阻まれた場所です。そういえば整備せず放置してたわね。で、ここが初めてクリーパーが湧いたところですがまた湧いてます。通路横の隙間と海の幸効果ね。この辺りをプレイしてた頃は、どの程度の頻度で湧きそうなのか道だったんですよ。懐かしいです。もう一体湧いてました。さて終点到着。拠点からざっと400メートル程度です。さて、金があったので早速鉱脈の構成を見てみます。バージョン 1.7 までの鉱脈は、縦横高さ2個分と、その上下に1箇所ずつブロックがひっついた形状がベースです。一つも欠けてなければ10個の鉱石で構成され、ほとんどはその形状の一部が欠けて構成されています。あと、斜めに対称形になりやすく、縦横にブロック幅の鉱脈になることが多いんです。そのためブランチマイニングでは幅3ブロックで掘っても十分掘り当てやすかったんです。ありゃ、この高さで空洞？洞窟なら溶岩で埋め尽くされてるはずですし、地下に生成された池でしょうか。おかげでダイヤが見つかったわね。洞窟などにくり抜かれてそうな鉱脈は構造は調べず、とりあえず4つゲットです。でも一応周囲を掘ってみます。生成仕様変更を本当に疑ってるのね。そしてようやく初のダイヤ装備です。本当はエンチャント付きが早く欲しいですが、地下で本を手にする方法が要塞発見しかありません。当面は釣りや宝箱でのエンチャントの本入手を期待します。さて次に見つけたダイヤ鉱脈周辺を掘ってみたら、従来の生成アルゴリズムの基本構造でした。4つゲットです。そして次の金鉱脈も基本構造です。心配してた鉱脈の仕様変更は気のせいだったのでしょうか。とか思って若干ホッとしてたところで、出てきてしまいました。横3ブロック幅の鉱脈です。鉱脈が2つひっついている可能性もあるわよね。無論ありますけど、しかし気持ち悪い構造ですね。違和感バリバリです。そして次は、拠点からまっすぐ南にあった、この企画で初めて見つけた金鉱脈です。溶岩のところにあったやつね。これも横3ブロックじゃないの。金鉱脈のレアさだと、鉱脈が隣接しているのはほんと珍しいんですよ。やっぱりこれ 1.8 で鉱脈生成アルゴリズムが変わったと見るべきでしょう。ほら、その証拠に雷が鳴ってます。衝撃的な事実発覚だったのね。さて南側通路の資源回収は終わって拠点に戻ってきたところです。
目印用にレッドストーンもある程度集めました。で、さらに衝撃的な展開が、なんと作業台がないんです。あ、ダイヤボール作った時置き忘れたでしょ。取りに行くの面倒だしもう一個作っちゃえば？そんなもったいないことできません。そんなわけで回収しに来たら、やっぱり地下に生成された池に置き忘れてました。何をやっているんだか。しかし、拠点に戻ろうとしたら雲の音がするんです。ひょっとしたら廃校が近くにあったりとか？念のため掘ってみます。まあないと思うけど。後でよく考えるとないですね。もしあったならこの通路を掘っていた時雲の音が増えてたはずです。で、あっさり掘り当てた洞窟ですが、廃校はなさそうです。壁越し探知スキルだけは向上したわね。で、ウオーレコードチャンス？ちょっと苦戦しましたが、2体のスケルトンの協力でなんとかやり遂げた感じです。さて、拠点に戻ってきました。入手したのは宝箱でも見つかる緑色のものでしたが、まあ仕方がないです。音楽かけるの？まあ芸術の塔ですし。ウオーはしごが邪魔でセットできません。ならば横から。ふおー、と危なかったです。なんでそこで落下しないのよ。いやー、シフト押しながらなので大丈夫かなと。ちなみには座標 28.8-5 で 23.3 メートル。仮に今下まで落ちてても20センチ差で即死しなかったはずです。ミュージックスタートです。芸術の塔らしいです。でもなんだかしっくりこないわね。さて、かけっぱなしでアイテム整理やかまど設置とかしていたのですが、そろそろ限界、止めてきます。まあ2分は耐えたわね。さてではぼちぼちまた通路に向かいます。今度は南北通路1、2本目です。この企画で最初に見つけた洞窟に着きました。こんな縦に長い洞窟だったんですね。さて肝心の鉱脈ですが、このダイヤ鉱脈も従来からある構造のままです。今のところダイヤ鉱脈の方は怪しげな構造のものを見つけていません。これでレギンスとブーツまでダイヤになり、残るのはヘルメットだけです。多分これでようやくクリーパーで一撃死する心配がなくなったと思います。途中ゾンビを2体倒しましたが人参は出ませんでした。レアドロップの率は 2.5% のはずで、ゾンビの場合は3種類のドロップがありますので、単純計算では期待値120体です。金の人参を主食にするのは当分先かもしれません。気持ち悪い構造きた。もう偶然じゃなさそうです。気持ち悪さはともかく金鉱脈の方は明らかに以前と違う付き方ね。それに比べてダイヤはまたも従来通りの構造、心が和みます。和むんだ。でもまだわからないわよ。金鉱脈も従来通りの構造のものがあったし。いえ、ダイヤ鉱脈は従来通りの構造の中でも品質度が高いものばかり見られます。どうやらダイヤ鉱脈の生成アルゴリズムは変わってなさそうです。さて、一応次のダイヤ鉱脈を調べ始めるところで、ダイヤ防具の最後の一つを作ってしまいます。これでようやくダイヤセットが揃いました。落ち着きますね。ちなみにこのダイヤも従来通りの構造で品質度が高いものでした。もういちいち掘り起こさなくても大丈夫でしょう。ブランチマイニングするときも安心です。じゃキノコは一応取っておきます。キノコの出番が来るのはシルクタッチを入手してからになると思うのですが、実はキノコはどのブロックが入手できるのかまだ知りません。調べてなかったの？はしごがかけられることだけは確認してます。さて、リスポーン拠点に帰ってきました。
鉄鉱石は2スタック以上、ダイヤは11個集まりました。ふおー。録画時間の関係でゲーム中断を挟んだところですが、ちょうど太陽が真上にあったんですね。もうちょっと続けるのね。スライムが気になるんですよ。というわけで南北通路10本目のスライムが湧く地点に移動中です。ピリー、うお焦りました。ただのコウモリじゃないの。さて、ここのはずです。残念ながらスライムの音はしませんが、ちょっとこの洞窟潜ってみます。一応スライムのスポーン条件は公式英語域で調べたのですが、2種類ある上に複雑です。この高さでスライムが湧いたのはスライムチャンクがあったためのようです。全然湧いてないわね。湧くときに9割の率で失敗するそうで、結構湧きにくいはずです。でも、湿地バイオームのスポーン条件の方だと、高さが Y 座標50くらい必要である上に、月の満ち欠けに依存するそうです。スライムチャンクを狙う方が分がある気がします。で、どうするの？湧き層を作ってもいいのですが、もっと木材を集めてからですね。今度にします。さて拠点に戻ってきたところで今回はここまでです。精錬の終わった鉄でブロック作ったら24個、アイアンゴーレム召喚には十分でしょう。そういえば、自分で作ったアイアンゴーレムは反撃してこないそうですね。知りませんでした。一方的な虐殺をしてたのね。感じ悪いわ。いざ知ってしまうと倒すのは本能的にちょっと嫌になってしまいます。でも、砂探しに深海の底のあたりを掘り始めたいし、今は少しでも高さが欲しいんですよ。花はいつ見つかるかわからないですし。今の時点で狩る理由があるってことね。で、一方的な虐殺をするのね。感じ悪いわ。色々悩んだ上での結論です。それでは次回は主に廃鉱探索で木材かき集める予定です。運良ければ羊毛以外に新ブロックが入手できるでしょう。それではまたね。バイバイ。